不動産屋さんの階段です。これは私の体験になります。20数年ぐらい前のことですが、私は夫と娘と3人で南半球のある国に住んでいました。ちなみに以前の動画で話した妹の状況とちょっと似ていますが、実は国も時期も登場人物も全く違うので、同じ話ではないです。さて、私の体験談に戻りますが、当時は郊外の一戸建てに平和に暮らしていました。ある冬の晩、我が家で私たち家族3人は、娘の家庭教師の M さんを招いて一緒に夕食を過ごしました。夕食後、4人でいろんな世間話をしていましたが、夜が更けるにつき、私が好きなせいもあって、ちょっと怖い話になっていきました。実際、家庭教師の M さんもいろんな不思議な体験をしている人で、私たちは聞き入っていました。怖い話をすると霊が集まってくると言いますが、その晩もどうやら例外ではなかったようです。だんだんゾクッとするような雰囲気になっていき、突然 M さんが、この部屋に今、たくさん霊が集まってきてますね、と言ったのです。私には何も見えないのですが、壁にかかっていた大きな鏡が曇っているので、あれ変だなとは思いました。すると、隣の部屋から一瞬人の話し声が聞こえたのです。正確には私以外の3人に聞こえていたのです。それはその国の原住民の言葉だったそうです。本当に霊が集まってきたのかな、どうしようと思っていると、私たちのダイニングテーブルの真後ろの天井にあるダウンライトが突然チカ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 点滅しだしたのです。それも明らかに不自然なくらいずっと不規則に点滅しているのです。すると飼っていたペットの犬がそのダウンライトに向かって狂ったようにワンワン吠えついたのです。それを見て M さんは「ああ、犬は幽霊が見えるんだよね」と言いました。私もこんな電気が不自然に点滅するのを見たことがないので驚きました。家の照明も電気の配線も新しいもので故障ではないはずなのです。M さんは点滅しているライトは見ない方がいい、無関心でいた方がいいと言いました。そのうち点滅はやや少なくなり、もうなくなったかなと思うと時折チカチカっと短く点滅するぐらいになりました。点滅ライトのところに霊がいると思うとみんな怖くて動けなくなりましたが、娘のボーイフレンドが彼女を迎えに来たので雰囲気がガラッと変わり、M さんも帰宅し、その夜の出来事は終わりました。それから4、5日経ってからです。私は妙な夢を見たのです。私の夫のような体型の男が体中に頭の先から足の先までぐるぐるに包帯を巻いて現れたかと思うと、床にしゃがみ込んでというか下半身がなくなっているように見えたのですが、左手で長い木の枝のような棒を持って、それをまさに床から10センチぐらいのところにまっすぐ伸ばして、その棒で誰かの足を引っ掛けるために待ち伏せしているような格好をしたのです。私はその夫に似た上半身だけの男に「あなた何してるの?」と聞くと、その男は「ふふふ、犬を待ち伏せしてるんだよ。犬にいたずらしてやろうと思ってね」と気味の悪いことを言うのです。やめて、犬に変なことしないでと言ったところで目が覚めました。なんて変な夢見たんだろうと思い、夫にも話しましたが、それは僕じゃないよと言って笑っていました。その日の昼下がりにいつものように犬を散歩に連れ出しました。ある T 路地に出た時に、最近はずっと
右の公園に向かう道を選んでいたのですが、なぜかその日はたまには別のルートにしようと思い、左の海から続く入り江の方に向かう道を選んだのです。道路の高さから入り江の水面までちょっとした獣道のようになっており、先に犬のリードを外して自由にしてあげて、浜辺の方まで犬一匹で行かせようとしました。犬はさほど私から離れず前を歩いていましたが、途中にある少し開けた見晴らしの良いスポットで、そこにいた男女のカップルが連れていたマスチフ犬のような大きな焦げ茶色の犬の方にとことこ近づいていきました。まだうちの犬は子犬の息を出ない小型犬の若い犬でしたので、何の警戒もなくそのがっちりした大型犬の鼻先に自分の鼻を持っていきました。その大型犬はリードがついていて、飼い主の男性がリードをしっかり持っていたので、私も油断しました。すると突然その大型犬がうちの犬の頭ごとガブッと食らいついたのです。うちの犬は首から下しか見えなくなり、頭丸ごとその大きな犬の口の中に入ってしまいました。もう私は愕然としました。なんとか助けないとと思い、その飼い主と一緒に大型犬の首輪を満身の力で引っ張ってうちの犬を口から外させようとしました。もうその時はうちの犬は死んだと半分諦めていました。必死で引っ張り続けると、その大型犬はついに口を外したのです。口を外されたや否や、うちの犬は一目散で逃げていきました。防衛本能ですね。どこまで逃げたのかは分かりません。必死で追いかけて名前を呼び続けると、かなり離れたところの藪の中で顔から血を流して座っていました。首ごと食われてしまったかと思っていたので、生きててよかったと思いましたね。もちろんすぐに抱きかかえて獣医さんに連れて行きました。私は犬を獣医さんに連れて行く道すがら、なんで今日に限ってあの散歩のルートを選んだのかと自分を責めました。犬の傷は主に目の近くに牙が刺さり、もう数ミリずれていたら失明していたかもしれません。獣医さんがすぐ手術をしてくれましたが、傷は痛々しく、その日は麻酔のせいもあり、ぐったりしていました。私はその日の未明に見た夢のことを思い出しました。あの夢の中の上半身しかない男は悪霊か何かで私に夢を使って予告したのでしょうか。その悪霊は犬にいたずらしてやろうと思ってねと言いましたが、なぜ犬なのでしょうか。その時先週の夜のことを思い出しました。あのライトがチカチカ不自然に点滅している時、うちの犬だけがその幽霊を認識できて、それに向かってワンワン警戒して吠えていたのです。M さんがあの時ライトを見ないようにと忠告したので、私たちは無関心を装っていたため、私は無事だったのでしょうか。運が悪ければあの時大型犬に私も襲われる可能性があったと思います。一番怖いのは肉体を持たない悪霊がこうやって生きている人たちに危害を加えることができるということなのです。犬や猫などのペットは飼い主の身代わりになってくれると言いますが、うちの犬も私の身代わりになってくれたのでしょうか。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。